単な仕立てになっていますので、縫い目に当たるように筋なので2ミリぐらい控えると良いと思います。こんにちは、服工房の小村です。今回は暖かいウール素材でカーディガンのように家の中でも着てもらえるようなジャケットを作りました。このジャケットの特徴は前が丸いシルエットになっていてワンボタンになってます。そして、脇とか、袖下とか肩は1センチの縫い代で肩倒しにしています。これはちょっと軽く仕立てたいという意味合いでこういう風にしています。だいたい、こういう厚い素材でしたら縫い代を割ることが多いんですけども、ちょっともうカーディガンのように仕立てたいと思っていて、簡単に仕立てられるように肩倒しにしています。あとは横から見ると前の方がちょっと上がっていて後ろは長くなっています。後ろここからここまで67センチあります。あとドロップショルダーで、袖口も家の中でも袖口が邪魔にならないように、ゴムを入れています。パーツ数も少なくて簡単に楽しく作っていただけるんじゃないかなと思います。あと素材ですが、今回はアルパカシャギ、ウールのアルパカシャギというのを使っているんですけども、ウール全般何でも合うと思います。着物生地でも合いますし、夏生地デニムなんかでも合うんですけども、暖かい素材などで作るとこれからの季節にはちょうどいいんじゃないかなと思います。簡単な仕立てになっていますので楽しく作ってもらえると思います。囲み製図と、作り方をこれから説明していきますのでぜひ見てください。囲み製図の仕方を説明します。まず後ろ身ごろから製図をしていきます。後ろ中心線を引きます。次に上端の線、バストライン、裾線を後ろ中心線に対して直角に引きます。えりぐり線を書いたら肩線を引きます。肩線を引いたらアームホールを引きます。次に鎌底から裾までをつなげます。最後に裾線のカーブを引きます。後ろえりぐり見返しの案内線も書いておきます。次に前身ごろの型紙を引きます。前中心線を引きます。そして上端、バスト、裾のを前中心線に対して直角に引きます。次に前えりぐりから前端、裾線を引きます。次に肩線を引きます。次にアームホールを引きます。最後に脇線を引きます。見返し線の案内を書いているので、それも書いておきます。次に袖の型紙を取っていきます。まず袖の中心線を書きます。次に袖幅の線、袖下の2本の直角線、袖中心線に対して直角線を引きます。そして袖口の直角線も引きます。これができたら後ろの袖山、前の袖山を引きます。次に前の袖下線、後ろの袖下線を引いて袖口線を引きます。3つの型紙が製図ができたら合い印を入れていってください。その後に縫い合わせのチェックをします。縫い合わせのチェックをするのは
襟ぐりと、あと脇裾のつながりのラインの縫い合わせのチェックをします。と合い印の寸法が合っているかも確認してください。それができたら見返しを抜き取ります。全部抜き取ることができたら次に縫い代をつけていきます。縫い代で注意しないといけないところは前見返しの部分なんですけど、この図を見てもらうとちょっと形の変わったものになってるんですが、これは前裾線に対して見返しの線を反転させたものに縫い代がついています。あと後ろの裾もカーブしているので、ここもまっすぐ折りるのではなく少し出るような形になります。袖口も折り返した時に縫い代が足らなくならないように折り返しの縫い代にしておいてください。この囲み製図はあまり見たことがないぐらいちょっと細かめな寸法設定になっているんですけど、これで正確な曲線が描けるので、ぜひ楽しいので挑戦してみてください。それでは裁断をしていきます。今回はハッピーサークルさんのウールアルパカシャギーという生地を使っています。ウールアルパカシャギーなので毛並みがあります。これは波毛で裁断をしていきます。見返しは荒立ちにして芯を張ってからきちんと裁断をします。今回合い印は3ミリの切り込みを全部入れてるんですけど、目の粗いウール生地を使われる時には糸でしつけをするようにしてください。これで接着芯を貼ってきます。接着芯を貼ってきたので裁断をしていきます。今回使った接着芯は中肉用ぐらいに貼る、ニット芯を使っています。ニット芯はやや柔らかめな仕上がりになるので結構使うことが多いんですけど、迷われる方は端切れにちょっと貼ってみて、針を見てみて、これだとちょっとこのデザインだと硬くなりすぎるなとか薄すぎるなとか、少し貼ってみて真珠の種類を決めると良いです。これで裁断ができました。次に伸び止めテープを貼っていきます。伸び止めテープを貼る位置は後ろの肩と後ろの襟ぐり、あとは前襟ぐりからぐるっとこの丸い前端、裾の見返しの端あたりまで伸び止めテープを貼ります。実際の生地で撮影していたものが、ピンボケでちょっと見れなくなってしまったので、一部分、シーチングで代用して撮影しています。ご了承ください。
伸び止めテープを貼ります。後ろ肩と襟ぐりに貼ります。縫い目にかかるように貼ってください。肩は後ろ肩には貼りますけど、前肩には貼りません。理由は、1センチの肩倒しにするんですが、後ろに倒すので、後ろに倒すとこの伸び止めは隠れてしまうので後ろに貼ります。前に貼っちゃうと後ろに倒すと伸び止めが丸見えになってしまうので、後ろに貼っています。次に襟ぐりから前端に貼っていきます。左右ともに貼ります。肩を縫います。肩線は伸び止めテープのない方を下にして縫った方がいいですね。肩線にロックをして後ろに倒したらお袖をつけていきます。肩にロックミシンをかけてきたので縫い代を後ろに倒します。肩線はカーブしているので、こういうまんじゅうがある方はまんじゅうの上でアイロンをかけるときれいにかかります。まんじゅうのない方はアイロン台の上でカーブまでのところとカーブから先別々にアイロンをかけるようにしてください。袖をつける前に袖口を3センチで折り上げアイロンをしていきます。6センチ、これは裾上げ3センチで折ってあればいいですが、私は6センチに印をつけておいて、布の端をこの6センチの線に合わせてアイロンで折ります。こうすると3センチが正確に折ることができます。こう折った時に表地よりもはみ出た縫い代はこうカットしておいてください。袖と身ごろを合わせていきます。合い印があるので合い印同士を合わせて待ち針を打っておきます。後ろには合い印を2本つけているので目印にしてください。袖ぐりを縫います。
アームホールにロックをかけたので身ごろ側に倒していきます。身ごろ側に倒す時には身ごろの形にこう合わせた状態で身ごろ側に倒していってください。袖のこの辺りはちょっとぐちゃぐちゃしているんですけど、アイロンのコテをこのぐちゃぐちゃしたこの辺りには当てないように縫い目に当たるようにしてアイロンをかけてください。この時にも熱を取った方がきれいにアイロンがかかります。袖下から脇までを合わせます。袖下から脇を縫います。厚地の場合は下が縮んで長さが合いにくいので少し下を引っ張りながら縫うと良いです。袖下から脇にロックミシンをかけたので縫い代を後ろに倒します。裾の縫い代は厚くなるので折り上げ3センチよりも1センチ長く縫い代を半分にこんな感じで切っておくと薄く仕上がってきれいに仕上がります。袖下はアイロン台の端の方でアイロンをかけるとこの辺りが折れ曲がったりせずにアイロンがかかります。で、袖馬がある方は袖馬でアイロンかけるようにしてください。袖口にぐるりロックミシンをかけてきたので袖口にステッチをかけていきます。ゴム通し口、後ろ側を、後ろ側こっち側後ろ側この辺りを1センチだけ縫わないで開けておきます。で縫い代は3センチなのでぐるり 2.5 センチで縫っていきます。これだけ縫わずに開けてあります。次に見返しを作っていきます。見返しの肩線を1センチで縫います。見返しの肩の縫い代を前に倒します。表地を
後ろに倒しているので、前に倒すことによって縫い代の厚みが分散されます。これで見返し周りにロックミシンをかけます。見返しと表地を留めていきます。合い印があるので、合い印を合わせて留めます。左右ともに留めていきます。見返しと表地を縫い合わせます。見返しの周りを縫ってきたので、次に縫い代のカットをしていきます。このカーブの部分、ここに合い印があるんですけど、合い印のあたりまで半分に切ります。これは表側も見返しも一緒に切ります。この先は見返しのみ半分に切っていきます。これは段差カットというんですけど、だんだんに薄くなることで急にカクッとならずに綺麗に控え部分ができます。で、左右ともに切っていきます。あと襟ぐり部分カーブしているので、ここは切り込みを入れます。前3箇所ぐらいと後ろはちょっと細かめに、縫い目の2ミリ手前まで入れるときれいに返ります。次にカットした見返しをアイロンで割っていきます。アイロンで割ってから控えると綺麗に控えることが、縫い目をバッチリ出して綺麗に控えることができるので、このカーブの部分をアイロンで割っていきます。袖馬などある方は袖馬で割ってもらうと割りやすいと思うんですけど、ない方などはこれ料理用の綿棒なんですけど、こういうものを部分的に使いながら割ると綺麗に割れます。ちょっとずつちょっとカーブしているので難しいんですが、少しずつ割っていくと良いです。綿棒でアイロンかけることの良いことは、綿棒のこの丸の
上の部分にしかアイロンがかからないので、この辺りがぐちゃぐちゃしててもアイロンがかけられるっていうことが良いところですね。これで左右ともにアイロンをかけてもらったら、返して2ミリ、厚地なので2ミリぐらい控えると良いと思います。1.5 ミリから布によって変わるんですが、1.5 ミリから2ミリぐらい控えてアイロンをかけていきます。ウールなので必ず蒸気をかけて、かけた後には、蒸気と熱を、私はこの腕で取ってるんですが、袖まんじゅうとか持っておられる方はこういうもので熱を取っても良いです。熱を取ることによってウールはきれいに形を整えることができるので、やってみてください。裏コバステッチをかけます。裏コバステッチは見返し側にのみステッチがかかるんですけど、この縫い代を全部一緒にかけます。ちょっと見えにくいですが、でこの縫い代は表側に倒れやすいので、きちんと見返し側に倒れているように確認しながら縫っていってください。2ミリぐらいなところに、縫い目から2ミリぐらいなところが縫ってあれば良いです。この縫い代を切ったところは、表側の方に倒れやすいので、これ気をつけて縫って。このステッチをかけることによって表側への反り返りがなく、綺麗に収まる前端になります。ちょっとひと手間ですけど頑張ってください。後ろえりぐりの端から5ミリのところを縫います。肩線から肩線まで縫います。裏がきれいに控えられている状態で縫ってください。裾を折り上げます。裾を折り上げる時に裾はだいぶカーブをしているので、折り曲げると余ってきます。この余り分を伊勢を寄せて縮ませてからロックをかけるので、まず粗い縫い目でミシンで縫っていきます。3
ミリぐらいにしています。ちょうど5ミリ、端から5ミリのところを縫ってください。カーブの終わりで一旦切ります。また後ろのカーブの始まりからもう1本縫います。最初と最後は糸を長くしておいてください。裾の縫い代端を粗く縫ってきたので折り上げていきます。折り上げる時にカーブの部分はこう普通に折り上げるとこう縫い代が余ってきてしまうので、先ほど縫ったこの粗いミシン目をぎゅーっと引っ張って、縮ませて3センチきれいに折っていきます。まず印をつけます。3センチの倍の6センチに印をしています。布端がここに来るようにこう上糸のみ引いて縮めてから上げていきます。縮ませすぎないように、目安はこの縫い目がこの縫い目と合うようにというのを目安にして、見返しのこの丸みと綺麗なつながりでつながるように目で見て確認をしてアイロンをかけていきます。こういう風に綺麗に収まれば OK です。左右ともにアイロンをしたら端にロックミシンをかけます。裾にロックミシンをかけてきたので、これで脇線を合わせてこうよれないように、待ち針で留めておいてから裾を縫っていきます。左右ともに留めていきます。裾にステッチをかけます。この見返しの端から5ミリ重なるようにステッチをかけていきます。袖口にゴムを通します。空いているところから入れます。これで縫い代は2センチなので2センチ重ねて、ミシンで縫っても手でかがってもいいんですが、ちょっとミシンで縫って中に入れてしまおうと思います。の空いているところは気になれば後から縫っておいてください。カーディガンのようなジャケットが完成しました。こう丸くつながった裾は後ろで長くなっています。肩もドロップショルダーで、袖口はゴムが入っています。とても着やすく、下にトレーナーなんか着ても着れますし、とても着やすいシルエットになっていますので、皆さんもぜひ作ってみてください。